の？あ、そうですね。今仕事も。大変。そりゃあ俺にも入れたくなっちゃうわね。これさ、全部さ収納じゃない？収納ですね。どうした？これ絶対に開けさせますみたいな。本当この家のダメなところって収納の前に物を置くことだと思う。それは言われると思ってた？そうですね。今回の週末ビフォーアフターは4人家族で 2DK にお住まいのお宅に訪問してまいりましたので、まずはこちらの模様からご覧ください。どうもこんにちは。こんにちは。はじめまして。はじめまして。ということです。よろしくお願いします。ここ玄関ね、はい。もう玄関入ってすぐのところに物があって。そうですはいね。これは何ですか？何の特有が？これはペットシーツが。ペットがいるのね、このはい、家ね。そうですね。なんか私、外にはね、ベビーカーもあるから、はい。もう赤ちゃんもいて、ペットもいて、いで、シャボン玉が大好きなのね、この家。もうどんだけシャボン玉が好きなのっていうぐらいにもうね、玄関のそうですね。ところにあるっていうね。じゃあ、赤ちゃんもいて、上の子がいるのかしら。3歳の3歳の娘が、娘さんと、下が0歳の、7ヶ月の男の子が。なるほどね。ペットもいて、大家族ですね。お父さんとお母さんということで。はい。はい。じゃあちょっとここ狭いんでね、中入らせていただきますね。はい。失礼します。いや、7ヶ月の赤ちゃんいるの？はい、そうです。大変じゃないですか？本当だ。いた、パパね。はじめまして。古方です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あら、かわいいね。抱きしめ合ってるみたいな感じでね、微笑ましいわね。でも3歳がいるってことは新婚ではないのね、2人はね。結構長いです。16年ぐらいのあ、結婚。16年 ?16 年長っ。そういう意味で言ったら天使っていうかね。いや、そうです。でもね、3歳と0歳って言ったらものすごい散らかるわよね。猫ちゃんがいるのこの家。そうですね。ね、だから本当になんかいっぱい物もあるし、でゲージもあるしね。はい。ここにいつも赤ちゃんいるのね、7ヶ月の。そうですね。ここなんかすごい居心地よさそう。ここ落ち着くわ。こう囲われてる感じが。で本も読み放題みたいな。そうですね。なんかこの中だけは問題なさそうね。そうですね。刺繍する感じです。はいだけはちょっと猫がそっ腰かが取ってて、だから猫ちゃんがね、見えないからね、いるんでしょ？どこかに。この家広いの？そこまで広くはないんですけど、隠れるところがいっぱいあると思そういうことね。物がいっぱいあるからそうでね。すね。あ、じゃあ何？ 16 年こう住んでるの？いや、4年くらいです。わあ、なるほどね。急遽ここの家に引っ越すことになって、住んでるっていう感じ。なるほどね。で、ここが一応リビングダイニング？あ、そうです。もう物が多いからなんだろうよくわかんないんだけど。本当はここに扉があるんです。あるね、本当だ。ダイニングなのかな、ここが。そうですね、多分そんな感じだと。でもここを取っ払うことによってここが広くなって、でもあれね、書斎みたいのあるよ、奥に。ちょっと在宅で仕事をしていて。なるほどね。ちょっとお母さん仕事してんの？そうですね、今仕事も。大変。そりゃあ俺にも入れたくなっちゃうわね。でもあれよね、本当に7ヶ月の前にこのさ、こいつが私ちょっとこれ真ん中じゃない方がいいじゃない？ちょっと撮影中はね。でももうね、そうね、赤ちゃんのものもあるし、3歳児のものもあるしね。で、あとさ、女と男で性別が違うっていうのもね、ものも違うしね、ちょっと難しいよね。そうですね。今後多分増えてっちゃうのかな。そうよね。大人のものなんか1ミリも気配感じないもんな、これ。そうですね。ほぼない。そこの机そうだからこっからの画像がやばいわよ。まだここは夢の世界よ。問題が背中にあるっていうね。そうですね。そこすごい。後回しになっちゃってて。でもなんかもう古方式っぽいわ。この一つの部屋で、ね、こっちはもうなんかセパレートになってて、めっちゃ働いてますって感じ。ご主人は在宅じゃないの？そうですね。勤務してるっていうか通ってんだ。そうですね。っていうことは母ちゃんがここを独占してるってことね。そうです。なるほど。だからここはしょうがないよねみたいな話よね。ただ私すごい気になったのがさ、これさ全部さ収納じゃない？収納ですね。
なのになんかどうしたこれ絶対に開けさせますみたいな感じになってます。ちょっとそこ片付けようと思ったんですけど、あ、片付けようとしてんのね。ちょっと仕事のやついや、ただなんかこう出ちゃってるものが入らないのかなっていう。ここは何入ってるの？そこはですね、うんちょっと開けるのが大変なので、大変よね。すごいわこれ。普通にゴミよここ。あなた仕事場とか言いながらあなた。その下を引いてもらって、すごい大変やあなた。もうここにワイプでこの中がこうなってます出せばいいんじゃないみたいな話。大事なものが入ってんの？それともそうでもないものが入ってもうちょっと本とか、るの？あとこのマットを引いてるんですけど、はい。それの残りとかが入っちゃってる感じですかね。マットって何？ここに引いてるなんかあパズルマットみたいな。あ、なるほどね。すいません。なんか多分そこ倒れやすい。本当よね。あ、でもね開かないけどなんか入ってる。いろいろ。でもなんか動いてなさそう。あ、そうですね。もうなんかね、おもちゃも入ってるよ。おもちゃ。でもね、なんか思ってたより入ってない。そうね。死んでるわ。でもね、これロケットいちいち出すのも難しいしそうですね。ね。これは何？誰のもの？上のコミックスとかが主人。あ、はい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 。下のちょっと重たそうな本が、まあ資料の本だったりとかで。私の？私ああ。じゃあ一応仕事で使うようなものもあるんだ。そうですね。そうなの。いやだから本当ここ稼働させてこのエリアを片付けないと仕事しててもちょっとこうもやっとしませんっていう感じよね。いやでもすごい機器とかも結構あるからね。結構ボリュームがね。そうですね。ここの収納が死んでるのともうあんまり開けたくないけどここを見るわよ。はい、お願いします。ここ死んでて。すごいじゃん。これでもクローゼットじゃん。すごいもうなんかあんまり動いてないけど。そうですね。一あ応なんかうん冬用の上着とかをそこに入れるようにしてたんですけど。ごめんね。この家の広さの割にまあまあ収納は大きめよね。あ、そうですね。生かされてませんけど。で、半分が子供のおもちゃで。そうそうそう、おもちゃ。はい、もうロディがね、こんな感じ。すごいね、もう乗る気ゼロみたいな感じね。まあでもあれね、保育園に行ってんでしょ？あ、そうですね。なかなかね、家にゆっくりっていう感じじゃないもんね。もう仕事終わって迎えに行ってご飯食べさせておさえて寝かせんでしょ？そうですね。いや2人の子供を育てるってそういうことよ。そうね。すごいわね。なんか物の中にテレビが埋まってるみたいな感じになってるわね。芸術的に散らかってるわ。で、困っているのはこの部屋だけ？困ってる部屋っていうか、まあ、とりあえず部屋はここともう一つあります。もう一箇所ね。うん。でもそこにキッチンあるわよ。じゃあキッチンも先に見ちゃおうか。うん。間取りはどんな感じ？3K なのか。あ、なるほどね。2DK かもね。あ、2DK かな。一つの部屋と2つ目の部屋と、でここがダイニングで 2DK か。でここにすごいじゃない。ダイニングにもう食洗機ある家初めて見たわ。ちょっと置くところがなくて。キッチンに？はい。あ、キッチン見るね。サニーシールド置いてあるわこの家。あ、買いました。すごくいいですね。あ、綺麗。私好き。こういうなんかちゃんとお掃除する人は。あ、ちょっと待って。すごい。なんでこれがあんの？2冊も。買いました。さっき買ってきました。私アマゾンで予約したんだけど、アマゾンの予約は届くのが3日後なんだよ。そうなんです。ありえなくない？なんでアマゾンで予約しようと思ったんですけど、間に合わない今日。あ、そうなんです。ね、今日が本の発売日なんです。私も持ってきたかったんだけど、私の手元にすら届いてない。だから今アマゾンには藤岡殺到してんじゃないかと思ったら、まさかの本物が2冊も。これはもうあれ回覧板に貼り付けてね、町内に回してくださいね。あなたここに置いてるがあるからって片付かないわよ、あれ。魔法の本じゃないんだから。物に囲まれてすっきり暮らす景色を変える片付け絶賛好評発売中でございますので、ぜひ書店の方でお求めください。ということで、食洗機がダイニングテーブルの脇にある家。髪の毛にポイントシールが。ポイントシール。
何これ。どっかに私の家にはどっかに春のパン祭りはないわ。すごいわね。この家のどっかについたのね。すごい。山崎春のパン祭りのシールは私は集めてませんからね。この家の大事なポイントシールだからね。これさ貼っときましょうね。はい。そうね。ちょっとここに食洗機置いちゃうのは狭くなっちゃうかなって感じね。ここでね、ご飯作るんだもんね。だから作業台が少ないのよね。なんならもうここも作業台にもかかわらず物置いちゃってるから。あ、そうですね。あ、食器棚がこれなんだ。そうですね。あとそこうんの電子レンジの下あたりにある引き出し。もうにも一応入ってるの？あ、はい。あ、入ってる入ってる。ああ、なるほどね。悩ましいね。木の後ろが冷蔵庫っていうのもさ、冷蔵庫こっちなんじゃない？あ、でも狭いのね。そうですね。置けないんですよ。その奥行きが。難しいね。キッチンはあんま悩んでない？どう？キッチンはすっごい悩んではないんですけど、キッチンの下の使い方がちょっと。あ、これ使いづらい。そうよくわからない。なんでかっていうと、もう本当ゴールデンゾーンじゃないから膝下みたいな感じじゃん。はい。で、あれでしょ、あなたたちのどっちかはもう両手塞がってるから、なんか重りと一緒に暮らしてるみたいな感じじゃない私の中では景色を変えた時にこいつがいるべきなのかどうなのかみたいな話よね。でもこれちゃんと工事してもらってんのね。そこしかもうつなぐところがなくて。そうね。だから、まあ、最悪ここなんだけど、ここだとでっかすぎちゃったんでしょ。あ、そうですね。幅が。は難しいわ。い。もうそこしかないので。じゃあ最後に隣のお部屋に行きますか。はいほら、ここに洗濯機があるじゃない。あ、はい。そっか、ここで洗濯物を仕掛けて洗ってそこに干すんだ。外には干さないの？外にも干してます。ああ、なるほどね。まあだからそういう意味ではね、楽っちゃ楽よ。うん。家事動線が全て真ん中に集中してるってことでしょ。で、この扉かな？はい。じゃあ見させていただきますね。じゃーん。あら、ここ寝室だね。はい、そうです。家族みんなで寝てんだ。はい。おうおうおう。まあでも、まあまあモリモリですけどね、周り。今日はとりあえずジョコが来るから一応あげたけどいつもここで引きっぱなしの状態で周りは物みたいな感じなんじゃないの？そうですね。あ、ここにもあるんじゃない、収納が。はい。ここはいいわ、扉じゃないから開けられるわあ、ここパパの場所？そうですね。いいじゃない。お父さんだけの場所なんだ。この範囲は。そこの範囲はね。ただあれよね、ここで家族寝てる時にお父さんは朝早くないの？あ、そんなに。じゃあこの寝室の奥まで何か取り組むのは嫌じゃないんだ。あ、そうですね。なるほどね。でここにもあるじゃないですか、入れ物。なんか死んでるわよ寝ますね。こっちはまだお父さんの息吹が残ってるけど、こっちはストック置き場みたいな、おむつのストックこんなにあるのにまたおむつのストック買ってきちゃったみたいなね感じよね。でも下は全然動いてないわ。でほんとこの家のダメなところって収納の前に物を置くことだと思うけどそれは言われると思ってた。そうですね。まあ100歩譲って稼働するものはこっちの方がいいのかなって思うし、例えば子供たちが寝てる間にパパが仕事行くんであれば、もしかしてパパの定位置もこうなのかもしれないし、みたいなところの調整は必要かなって思う。この家は1、2、3、4の押し入れの攻略なのかもしれない。その押し入れの攻略がうまくいってないから部屋に物が溜まっちゃってて、でそもそも押し入れが稼働するようになればここの部屋に出ちゃってるものがしっかりと定位置が作れて、私は押し入れの中が散らかってるのは全然いいと思うけど、ちょっと部屋の中がここまで物が出ちゃってるのがどうかなって思うんだけど、それは私が思うことなので、ママが何に困っててこうしてほしいとかこういう希望があるっていうのは言ってもらっていい？あと私のうん、クローゼットがはい実は奥なんですよ。そうなの？はい。じゃあお父さんこれだけ？あ、そうです。だから押し入れってどっちかが壁になっちゃうからね。左側なんて私大体埋めてるわよでもやっぱここにこれ置いちゃダメよだってもうこれ置いたらもうお母さんの洋服は死んでしまうわよ。結局赤ちゃんもいるし家で仕事だからあんま出かけないんでしょ。そうですね。もう本当に時間取れなくても全く手つかず。そうよね。0歳児がいるってそういうことよ
私それなのに仕事もしてるってすごいと思うの。でやっぱりここで改善してもうちょっと仕事に集中できた方がいいかなって気がする。今はなんか子育てと家事に追われすぎてて仕事が散漫なような感じ、ベストな状態で仕事ができてないかなっていう気がする。そうですね。あなた私の洋服が向こうなんですってしか言ってくんないから、まだ他に言ってよ。あ、そうですね。どうなりたいとかどうしたい。そうですね。子供がちょっと、だいぶ成長してきて、そうね自分でやりたがるので、子供のタンスが一応簡易的に作ってはああるんです。ここね、はい。ここは3歳児のお嬢は自分で出したりしてるんだ。そうですね。いいじゃない。なんですけど、ちょっともう少し普通のタンスだったりとか、そういうのに切り替えたいんですけど、なかなか場所を作ってあげることができなくて。まあね、まあだからそれがタンスなのか何なのか、まあ何なのか。でもなんか2人のものの量としてはちょっと出過ぎちゃってるような気がするけどね。そこの箱が全部私のこれ、長細い箱が、うん私の服が入ってて、エアコンの箱ねこれは何稼働してんの今。それはギリギリ稼働してるんですけど、は冬物が主なので、でもなんかシステム的に言ったらこれが一番使いやすそうなシステムじゃない、お父さんのが。そうですね、これだけはちゃんと稼働してる感じじゃん。はい、私も似たような感じなんですけど、あるのでもここの左側にね、はいはい、だからそれをうまく使いこなせたらいいわよね。そうです、この収納よく見るけどさ、結局手前しか動かなくなるんだよね。そんなことない？子供にはちょうどいいみたいで。ああ、なるほどね、はい手突っ込んでね、はい、じゃあこれはこれで子供たちが使いやすいようにで、この場所なのっていう話よ。そうですね、置くところがもうそうね、なくて、最初リビングにあったんですけど、おうおうおう、ちょっと一応こっちに移動させてはい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 。まあだからどうしたいって感じ、具体的にこの家をどう変えてほしいみたいな。仕事ができてああ、やっぱ仕事よねそうですね。だからそういう意味で言ったらなんかやっぱりあっちの部屋だけ見るとものすごいほのぼのとした家庭の中にオフィスが一つ入っちゃってるみたいな、ちょっとアンバランスのような気がして、そもそも寝床がこっちでいいのかって話よね。こっちにある理由は、最初、ベッドがあったんですけど、ここに、はい、おう子供が生まれて、まあ、ちょっと危ないっていうのがあって、まあ、掃除もしにくくて、ベッドを処分して床で寝るように。なるほどね。で引っっぱなし普段。そんな感じですね。まあね、だから何を取るかよね。例えばもうここをオフィスにしちゃって家族みんなのスペースを向こうにしちゃうっていう手もあると思うわけだけど、仮にもあっちはくつろぐ場所だから布団の上げ下げが必要になってしまう。だからオフィスをあっちにするかこっちにするのかでこの家がだいぶ変わるのかなっていう気もする。お父さんどう思う？そうですね、とりあえずなんか自分のところスペースあるんですけど、正直手前に物があって取り出しづらくて。そうね、でもね一番取り出しやすそうよ父ちゃん。その手前に物があるせいでなんか、開けるのもちょっと面倒くさい。まあね、面倒くさいよね。そこら辺が整理されて、まあしたいなっていうのと、まあ作業場をこっちにするのか、そのあっちのままなのかはちょっと話してたんですけど、ちょっと答えはまだ出なさそう。ああ、そうなのね。まあこっちはこっちで静かなんで寝るには適してはいるのかなとは思いつつも、どっちの方がメリット大きいのかなっていうのをちょっと考えて。そうね。いやだから本当に何を優先して暮らすのかって話よね。子供なのか仕事なのか家事なのか夫婦の時間なのか、まあいろいろあると思うけれども、まあ、子育てが一番で、家事と仕事がうまく回ってないよね。そうですね。だからそれをしやすくするためにどうするのみたいなところはやっぱり私が決めるんじゃなくて、ここに住んでる夫婦がしっかりと話し合って、でやっぱり仕事をするのは私だから、私がどっちでするのがいいのかっていう話を、どっちでもメリットデメリットはあると思う。でもやっぱりなんかこう家事がうまく回るようになるとか、散らかりづらくなるとか、そういった部分も考慮一つした方がいいのかなと思うので、まあ、ちょっと作業まであるから、作業の日までにちょっといろいろ考えていただいて、でその日にしっかりとじゃあこういう方向性でいこうゴーみたいな感じになるのがいいのかなっていう気がする。でもどうなのこれ、結構動いてないものもいっぱいありそうな気がするんだけど。
そうですね。私は基本的に動いてないものは全部インオペなんで、埋めちゃうんだけれども、変な話埋めちゃったらもうここを引っ越さない限りは動かないみたいな感じになっちゃうんで、この家にしては物の量はちょっと多めかなっていう気もするので、見直しができればいいかなと思うんだけど、どう奥さん？ちょっと見直してみます。そうね。どうした？大丈夫？大丈夫かな。大丈夫？不安？何が不安？何が不安？作業するスペースがどっちになるんだろう。ああ、自分の仕事場所ね。どっちでもどうにでもなるんだけど、でもやっぱりどうしたいかでは私にかかってて、で悩んでるところなんですね。そうですね。向こうでいいのは仕事をしながら子供が見れる。そうですね。こっちに来ちゃうと、子供たちが寝静まった後にやるみたいな感じ。これはね、ママの仕事のしやすさすごい重要なんで、ちょっと次までに、考えてもらって、とにかく穏やかに暮らしてください。はい。はい。じゃあ頑張りましょう。はい。はい。もうあれでしょ？もう女王様が一人いるんでしょ、この家。書くのが好きで、ここでずっと書いてるんですけど。なるほどね。書くのが好きな割には物多すぎるわよ。しまいに行けなくて、ここが。あ、何？これが彼女の定時なの？もう無理に決まってるじゃない。隣の駅ほど遠いわよ。そういうことを言って。もう2人ともコメント力が弱いから緊張するよね。だからすごくない？めちゃめちゃ喋る人。昨日見てて予習してたんですけど、全然喋れなくて。そうよね。もうなんか私が質問してもチーンって感じで。ほんと編集が大変みたいなね。いやいいのよ。まあ普通そうよね。そうたまにいるのよ。ものすごく饒舌な子供とか。これがまだ必要みたいなところもあるわよね。子供がいる時間には仕事してなくて、まあ4月から一応保育園なので。あ、ってことはもうすぐいながらにしては今だけなんだ。そうですね。すごいわ。もうね、どんだけ人が来ないのこの家ってくらいね。もうちょっと人が来ただけでものすごい楽しいんでしょ。しかももう昨日テレビで見てた人がここにいるってね。本当にすごいわよ。ちょっとこれ汚して大丈夫なの？ちょっとサインします。本当ですか？ありがとうございます。旦那のお母さんがファンで。ああ、そう。じゃあなんとかさんよみたいなちょっとお願いします。汚してあげましたね。とにかく私を信じてほしいのは収納でうまくコントロールできるようになるので、どっちが仕事場でもどうにかなる。だから大事なことはママがどっちでやりたいかっていう話だよね。机を向こうに持って行って、でなんか子供が一緒になんかお絵描きしたいって言ってるので、なるべく一緒の方がいいのかなって思いつつも、向こうに机持って行ってちょっと寝るスペース、ちょっと布団が敷ける場所だけ確保できれば向こうでもいいのかなって思いつつ、悩ましいよね。答えが出ない感じですね。ここ扉が一応仕切れるんですけど、あれを出して部屋を仕切っちゃってもいいんですけど、いやー、私はなんかこの広々さ感はありだと思う。私も好きなんでなるべく残したいなと思いつつ、広々っつってもこの家狭いですからね。レイアウトが思いつかなくて。まあ、とにかくお母さんが元気で明るくいれば家族たちはどっちでもいいので、その当日までに、考えておいてください。はい、じゃあ帰りましょうか。はい、はい、ということで実質ワンルームの中で在宅ワークと家事育児をしているお宅でした。ということで次回の週末ビフォーアフターは景色を壊す在宅ワークスペースがどう生まれ変わるのか、どうぞお楽しみに。それではまた来週、さよなら。